どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画大掛開発編始まります。第1回目の設計から約半年が経ってしまいました。本題に入る前に、前回の内容をあらすじとして振り返っていきましょう。2021年に制作していたサイバーマシンたち。これらは、すべて手仕上げによって制作されたマシンでした。手作業であったため、工作精度にムラがあり、走ることは、できても性能自体が低い仕上がりとなっていました。性能を向上させたかったウプ主は、工作精度向上のために、工作機械の導入を検討。しかし、工作機械は、投資するにしても、最低で、数十万は、くだらない高額な設備です。貧乏国民のウプ主では、そう簡単に手が出せるものではなく、とりあえず、資金調達として、ウプ主渾身の作品を出品しましたが、成果はゼロでした。他にうまく資金調達する方法はないかと模索しましたが、これといって、取り柄のないウプ主ができることは、そう簡単に見つかるわけもなく、2021年も暮れに差し掛かりました。もっと手軽に部品製作できる設備はないかと、構想の根本から見直しをかけた結果、3D プリンターに行き着きます。Amazon にて偶然特売していたエレゴ、MARS2、これを速攻で発注。物が届くまでの間、ウプ主は、出力用の設計データを取り急ぎ作成して 3D プリンター作業に備えておりました。そして、いよいよ 3D プリンターが到着。早速作業開始となるのですが、といったところまでが前回の内容です。ということで、今回のお話に参りましょう。まず話しすべきことは、なぜ、半年も間が空いたのかという点でしょうか。部品製作過程でトラブルが生じたこともありますが、複雑な経緯も絡んでいます。話すと長いので、簡潔にまとめます。要はこういった事情が絡んでいました。メインチャンネルは、昨年末より投稿ペースを上げるという目標を設定したため致し方ありませんが、思いのほか大変でした。撮影機材は、前回の投稿分収録後に動作不良を起こして、撮影不能に、カメラってお高いので、工面できるまで作業が滞ってしまいました。その間は、マシン製作に使えそうな機材を追加で発注していましたので、そちらの作業に取り掛かろうかとも思いましたが、海外に在庫を抱えている製品であったらしく、税関で立ち往生していたのか、2ヶ月くらいの間物が届かず、作業が停滞していました。ようやく届いて作業しようかと思ったのですが、こちらは、後の投稿で詳しくお話ししていきます。とまあ、そんな感じで、ウプ主の新たな計画は、予想を上回る異常事態によって、作業が停滞していました。幸い、本格的作業に入る手前の段階で、撮影機材を入手することができましたので、その直後に行った作業模様からお送りしたいと思います。本命である、マシン製作の間を見て、ある計画を並行していました。もっと安価にマシンを製作したい。つまり、廉価グレードサイバーマシンを製作しようというサイドミッションです。同シリーズで使用している RC システムは、強小のミニッツレーサーです。MR03 系のエントリーモデルを流用して製作しているのですが、このモデル自体が15,000円くらいします。おそらく、ミニッツのシステムを使う上で、最安価なラインがこれです。しかしながら、この値段においても、結局使うのは、プロポと制御系、駆動系の心臓部だけです。残った純正パーツはハイクオリティな工業製品であるため、持て余すのが非常にもったいないです。そういったことを加味すると、もっと安価で流用しやすい製品でも良くないかと思ったわけですね。そこで目をつけたのが上前から発売されているこのラジコン、ダートマックスシリーズと呼ぶのでしょうか。これを流用しようと思い1台購入。価格は1500円、ミニッツの10分の1です。シャシーサイズもほぼ同等であることから、期待が高まります。バッテリーは単3型乾電池をコントローラと車体にそれぞれ2本ずつ使用します。一般的な玩具で使える規格で扱いやすいですね。せっかくなので、ウプ主宅のテストコースを使い、性能を確認していきます。結構スピード出ますね。スピードやコーナリング時の打角などは微調整できないため、思いっきり進んで、思いっきり曲がるといったピーキーな操作しかできません。玩具なので、操作性の高さはありませんが、
これを小さい子たちが扱えるのでしょうか。結構操作が難しい。進む、曲がるの挙動は素直で癖もないことから、練習すれば、これは、これで楽しいものだと思います。スピードもかなり出るので、慣れてきたら、高レベルなバトルとかもできそうな感じです。素性は良好であることが分かったため、今度はサイバーマシンに流用できるかを確認していきます。早速ボディを開けてみましょう。おお。基盤、でか、いな。ちょっと、ニューアスラーダ界のシャシーと比較してみましょう。やっぱでかい。これは予想外です。これではサイバーマシンに流用できない。ちょっとダメですね。原価コストと製造コストの最適化を図った結果の構造なのでしょうが、これでは、さすがに、サイバーマシンに流用は難しいですね。これは、ルプ主がこっそり楽しむ用のマシンとして保管しておきましょう。気を取り直して、別の作業に入ります。サイバーマシンには、単4型電池を4本使っていますが、これを2本で動かせないかといった研究です。サイバーマシンは、その構造上、電池の入るスペースが後方に集中しています。で、基本的に前後どちらかが重い車は、性能が悪化しやすい傾向にあります。後ろが重いと曲がらないし、前が重いと全身がだるくなります。ルプ主が普段使用している電池はパナソニックのエネループです。ニッケル水素電池と呼ばれる繰り返し使用できる蓄電池ですね。2時間という高速充電に対応していて使い勝手がいいです。標準のタイプと大容量のプロ仕様があります。それぞれ重さを測ってみましょう。通常タイプは約 12g ですね。4本で 48g となります。お次はプロ仕様タイプ。12.7g でした。通常タイプより 1g 近く重い感じですね。4本で 52g に迫る重さです。サイバーマシン本体は約 250g くらい。バッテリー含めて 300g くらいですかね。マシン重量の 16% が後方に集中しているので、これは性能に悪影響が出ても不思議ではない感じがしますね。なぜ、性能に影響が出るのかは、メインチャンネルのオーガ RC 化計画で詳しく解説しています。よろしければご視聴いただけますと幸いです。電池がとにかく重い、ということで、軽い電池がないかリサーチしたところ、そういうものって意外とあるものなんですね。それがこちら、ベルブルー蓄電池です。Android 端子で充電できるリチウムイオン電池です。通常の単4型と同様の仕様と形状に合わせて作られています。バッテリー自体は外観よりもかなり小さく、この形状の中にはバッテリーの他にも安全用の保護回路など優れた機能が内蔵されています。エネループと同等かそれ以上の性能であるにもかかわらず、内容物に余裕があるため、かなり軽いのも特徴。早速重量も測っていきましょう。なんと、驚異の 8g、ダントツで軽い。比較をまとめると、こんな感じです。ベルブルーの圧倒的軽さ。4本使ったとしても 32g 程度に収まるのは驚異的ですね。今回は、ベルブルーを2本使ってサイバーマシンを動かせるようにしたいと思います。しかしながら、サイバーマシンに使用しているミニッツシステムは、単4型電池を4本必要としています。ミニッツはハイパワーなマシンであるため、電池もそれなりに必要ということですね。2本にしてしまったら、パワー不足で使い物にならないということは明白です。そこで、とある奇策を考案しました。それがこちら、小圧回路基板です。Amazon で、基板10枚入りが500円くらいでした。これをサイバーマシンに組み込んで、電池2本で動かしてやろうという作戦となります。基板1枚はこんな感じ。この回路を電源と制御基板の間に介入させることで、システムに必要な電圧を引き上げてやろうといった試みとなります。イメージとしては、こんな感じで、マシンと電池をつなげます。電池は、1本あたり 1.25V の電圧を持ちます。マシンは、これを4本、つまり、合計で 5V の電圧を欲していることになります。ですが、ルプ主は、電池を2本しかつなげていませんので、目標の半分、
つまり 2.5V の電圧しか供給できないことになります。半分しか供給できない電圧を目標の 5V にするのが、この小圧回路の役割となります。小圧回路で適正な電圧になるよう調整してやれば、マシンに必要な電圧を確保できます。これがウプ主の狙いです。この小圧回路は、5V を超えた電圧まで小圧することが可能です。開封時は、どのくらい小圧するようになっているのかわからないため、何も確認せずに組み込んだ場合、それが高すぎる電圧となる設定であったら、マシンが破損します。組み込む前に、電池2本と小圧回路を接続して、出力側は何ボルト出るのかをテスターで計測します。この時は、何ボルト出ていたのかわかりませんが、多分 5V も出ていない感じだったと思うので、5V 出るまで小圧回路の設定を微調整しているところです。小圧回路を適正な動作設定にしましたので、今度はサイバーマシンに小圧回路を組み込んでいきます。4本直列接続であったパワーラインを2本直列接続となるように配線変更しています。次に、小圧回路とサイバーマシンのパワーラインをつなげるコネクタ配線を小圧回路に実装します。小圧回路の基盤面は、端子や実装部品などの導体が露出していたため、ショートしないように絶縁テープを用いた養生を行います。あとは、サイバーマシンに配線して組み込みは完了です。電池を2本実装して動作を確かめてみます。おお、ちゃんと動作しているようですね。駆動系も動作しています。実際に走行テストを行います。走行自体は問題なくできるようですね。ただ、あまり元気がない。フルスロットルで操作していますが、加速も伸びも緩慢ですね。電圧は動作レベルであっても、全体的なパワーにおいて問題がありそうです。サイバーマシンの動力は、電圧と電流の積でパワーを担保しています。使用上 5V 以上の電圧は、ミニッツの制御基盤で受け入れることができません。したがって、システムが要求する電流を供給する必要がありますが、ウプ主の想像以上に大電流を必要としていたようで、小圧回路では要求される大電流に耐えられないことから、小圧回路側で電流量をセーブしていたようです。これがパワー不足の原因と思われます。そこで、ウプ主はある方法を試すこととしました。小圧回路を並列接続する作戦です。小圧回路を2個に増設し、これらを並列接続することによって、より高い電流を供給できるようにするのです。大電流を計測する手段をウプ主は持ち合わせていないため、厳密にどれだけの電流量が必要なのかわかりませんが、とりあえず、この作戦を試してみます。ということで試作しました。並列接続型小圧回路です。電圧調整も完了しているため、動作させるだけなら安全にできるはずです。問題があるとすれば、装置自体のサイズが増したため、サイバーマシンに内蔵できるスペースが確保できないことでしょうか。サイバーマシンの写真内部は、ほとんど容積が残されておらず、ミニッツのシステムでギチギチです。組み込むのであれば、小圧回路だけ、ボディの外側に持っていくしかありません。こうなると、外観は、愚か、走行における実性能にも影響が出ますね。すでに、電池2本化計画は破綻してしまいましたが、ウプ主の知的好奇心で実験だけ行います。ということで組み込みは完了しました。動作も問題なさそうです。2並列小圧回路の実力やいかに。おお。先ほどの試験走行に比べて元気があります。コーナリングにもメリハリがあり、動き的には問題なさそうです。やはり、電流量の問題が大きかったようですね。前進、後退の正逆転動作でもたつくので、この間に生じる大電流は、さすがに耐えられなかった様子。電池4本の時と比べても、まだ、出力の安定性に不安が残るため、実用レベルとしてはまだまだ足りないようですね。
数ヶ月とシステムの実験をしていた間に、ウプ主のもとにあるものが到着しました。箱から取り出されたこれは一体何なのでしょうか。謎の箱とサイバーマシン製作の関係性とは。ということで、大掛かい開発プロジェクトは次回に続きます。ご視聴ありがとうございますです。